皆さんこんにちは。今日も幸せベジスープご覧いただきありがとうございます。私は5年前に夫をスキルス性の胃がんで亡くしています。その頃からどうしたらがんを遠ざける食事ができるのかいろいろ考えてきました。そして自分の体で確かめ、長年料理講座をしていましたので、そこでお伝えしてきました。コロナ禍になった時に料理講座というのはどうしても密になりますので、全て閉鎖して、そしてやったこともない動画を始めました。試行錯誤の上、皆さんに一番作っていただきやすいのはスープかなと思って、この幸せベジスープを週に一度アップしています。私はこのスープ愛を全面的に出していたところ、あるがん患者さんと知り合うことができました。その方は自らも今もがんと闘いながら野菜スープの良さを同じがん患者さん仲間にお伝えしている方です。先日ご夫婦で私の自宅に訪ねてきてくださいました。いろいろお話ししているうちに、改めて多くの方に野菜スープ作っていただきたいなと思いました。のチャンネルでは何度もこの基本的なスープをお伝えしていますけれども、もう一度改めてお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。1ヶ月ほど前に週刊新潮に野菜スープの特集記事がありました。その中に今回来てくださった方が載っておられたんです。野菜スープの良さを広めてる方がいるんだ。いつかスープのお話お聞きしたいなと思っていたんですが、まさかこんなに早くそれが現実のものになるとは自分自身びっくりしています。その方は大腸がんと分かった時、3年生きられますかとお医者様に尋ねました。息子さんに会社を任せるのに3年はかかると思ったそうです。それは難しいですねとの返事でしたが、その年月も過ぎ、当時からは15キロほど痩せているそうですが、無事に会社の経営も譲り、ご自身は闘病しながら野菜スープを広めて、がん患者さん仲間の相談にも乗っておられます。基本の野菜、玉ねぎ、人参、キャベツ、かぼちゃを中心に季節の野菜を加えて、1日3回食事の最初に野菜ごと食べるそうです。抗がん治療中ならぜひ1日3回をと勧めておられました。1日1回ではがんが小さくなるなど効果がなかなか現れにくいそうです。また多くのがん患者さんが抗がん剤の副作用が軽いとおっしゃっているそうです。夫は抗がん剤の副作用にとても苦しんでいました。何を食べてもセメントを食べてるみたいっていう言葉がとても印象に残っています。では野菜スープの作り方です。基本の野菜を中心に季節の野菜や好きな野菜を4種類から6種類ほど 3,400g 用意します。食べやすく切って3倍の水を加えて火にかけます。沸騰したら火を弱め 2,30 分煮ると出来上がりです。基本的には味を何もつけません。野菜そのものの味をいただきます。愛のスープの動画では友人のエピソードとともに作り方をより詳しくご紹介しています。こちらの動画ではホワイトケミカルのことを詳しく皆様の
ご質問にもお答えしています。私は基本的にはこのベジブロスをよく取ります。そしてこの野菜だしから作るのがポタージュスープです。今週も冷凍室には母に届けるポタージュスープがいっぱいです。ぜひ多くの人に野菜スープで健康になっていただきたいと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。